皆さんこんにちは。まーちゃん日本語ポッドキャストへようこそ。まーちゃんと申します。このポッドキャストは日本語の先生を目指して勉強中の私が日本語を勉強している皆さんに向けてすべて日本語で配信しています。なのでこのポッドキャストを使って聴解、聞くことの勉強ができます。さらに YouTube ではスクリプト付きの動画として配信しているので、日本語を読む読解の勉強ができますよ。このポッドキャストが日本語を勉強している皆さんのお役に立てば嬉しいです。はい、ということで、このポッドキャストを撮っている日は2024年11月18日です。今回は2回目のポッドキャストになります。前回のポッドキャストを聞いてくれた方、チャンネル登録をしてくれた方、本当にありがとうございます。とっても嬉しかったです。これから日本のこと、日本語のこと、皆さんが楽しみながら勉強できるように、私も配信を頑張ります。一緒に勉強頑張りましょうね。突然ですが、皆さんはラーメンがお好きですか？と、今回はラーメンについてお話ししようと思います。皆さんは日本のラーメンを食べたことがありますか？醤油、味噌、塩、豚骨。その他にもたくさんありますが、どんな味のラーメンが好きですか？私が一番好きなのは味噌味のラーメンです。でも最近、豚骨ラーメンの美味しさに気づいてしまいました。私は東京に住んでいるんですが、つい先日、旅行で福岡に行ってきました。福岡は豚骨ラーメンが有名なので食べてみたんですが、本当に美味しくてとっても幸せな気持ちになりました。東京にももちろん豚骨ラーメン屋さんはありますが、福岡にだけある人気のお店もたくさんあるんですよ。豚骨ラーメンの豚骨とは漢字で豚、骨と書いて豚骨と読みます。豚の骨から出汁を取っているから豚骨ラーメンというみたいですよ。お店の看板にはひらがなで豚骨と書いてあるパターンと漢字で豚骨と書いてあるパターンがあります。カタカナはあまり見たことがないかな。一つの言葉でいろいろな読み方があるのは難しいけど、一つずつ覚えていけば大丈夫です。福岡に行く機会があれば、ぜひ豚骨ラーメンに挑戦してみてください。そして福岡には他にも美味しい食べ物がたくさんありますから、ぜひ福岡を楽しんでください。例えば、東京のうどんと福岡のうどんは麺の柔らかさが違うんですよ。福岡の方が柔らかくて、今日はラーメンのお話だから、うどんのお話はこれくらいにしておきましょう。うどんも地域によってスープの味や麺の柔らかさ、違いがあるので、とても魅力的な食べ物です。また今度、うどんの話でポッドキャストを撮ってみますね。さて、ラーメンの話に戻りますが、もし東京に行く機会があれば、東京駅の地下にある東京ラーメンストリートにぜひ行ってみてください。東京ラーメンストリートというのは、東京の人気ラーメン店が一つの場所に隣り合わせになって営業しているところです。東京にはラーメンが美味しいお店がたくさんありますが、どこのお店に行ったらいいかわからない場合、東京ラーメンストリートはとてもおすすめです。醤油、味噌、豚骨、その他にもいろいろな味のラーメンの人気店が集まっていますから、気になったラーメンを選んでみてくださいね。実は東京ラーメンストリートの近くに東京キャラクターストリートというのもあって、また話がそれてしまいそうなので、ラーメンの話に戻りましょう。皆さんにおすすめしたいことがたくさんあって、つい話がそれてしまいます。
東京キャラクターストリートのことも別のトピックで配信しますね。ラーメン屋さんでは食べ終わった後にレジでお金を払うタイプのお店もありますが、多くのお店ではお店に入ってすぐ入り口の券売機でメニューを選んで食券、チケットを買うことが多いです。お店の中に入って入り口に券売機があったら、そこで食券を買って店員さんに渡します。券売機が現金しか使えないお店も多いので、現金を持っていると安心ですよ。ラーメンは本当に奥が深いんですよね。地域によって有名なラーメンの味が違うので、日本を旅行する機会があれば、よかったら一度旅行先のラーメン店を調べてみてくださいね。はい、こんな感じでラーメンについて熱く語ってみましたが、いかがでしたか？このポッドキャストを聴解、聞くことの練習に使ったり、読解、読むことの練習に使ったりしてみてください。次回は何について話そうかな。日本や日本語に関することで質問やリクエストがあったらコメントで教えてください。この配信がいいなと思ってくれたら、高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。感想のコメントもお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。